にちは。 YouTube 鍼灸院です。今回は単形と関係についてお伝えしていきます。このチャンネルでは東洋医学や鍼灸についての情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。東洋医学の考え方で体にはこんな風に経絡と呼ばれている気血の通り道があると言われています。今回の動画はその通り道である経絡の一つについてご紹介していきます。まずは主要な経絡である整形12経脈の流れを見ていきましょう。背経、大腸経、異経、飛経、神経、小腸経、膀胱経、腎経、心包経、三焦経、胆経、肝経、そしてまた背経に戻ります。今回は最後の2つである単経と関係についてお伝えしていきます。それでは単経と関係のルチューを見ていきましょう。ルチューとは経脈の流れのことを言います。単経は目の外眼角の動視梁血から起こり、上って三焦経の四畜空血を過ぎて頭の角に至り、眼縁血を経て見路血、見離血を下り、耳の上の極鼻、側谷血に至り、後方に行って天正血に下って不白、頭強陰血を経て乳葉突起交際の寛骨血に至ります。寛骨血から耳の後ろを上り、耳の上にある三焦経の角損血を過ぎ、頭の角の本陣血を経て本陣血から膀胱経の極左血を過ぎ、下って陽白血を経て膀胱経の生命血に合います。生命血から上行して頭輪丘に至ります。頭輪丘から頭頂部にある木層、小栄、小霊血を過ぎ、後頭にある脳空血を経て風池血に至ります。風池血から頸部を回って三焦経の天遊血を過ぎ、三焦経の前を下って肩の上の牽制血に至り、それより後方に帰って徳脈の大椎血を回り、ここで左右が交わります。大椎血から膀胱経の大除血を過ぎ、小腸経の平風血を経て前に行きます。そして鎖骨上下にある異経の血盆血の外に入ります。その締脈は風池血から耳の後ろの三焦経の栄風を経て耳の中に入り、小腸経の腸球血を回って耳前の腸衣血に行き、一つは上関血を経て見離血に至り、一つは動視梁に至ります。別の締脈は動視梁から分かれて異経の大芸血に下り、小腸経の見梁血に合い目の下に至ります。また大芸血から異経の強射血に至り、前頸部に下って血盆血と合います。血盆血から胸中に下って横隔膜を貫き、肝臓をまとい、単経の実月血において単に属します。これより脇の裏を経て小門血を回ります。小門血から下行して鼠径部にある異経の気小血に行き、股関節にある肝腸血に入ります。直行する締脈は血盆血から液下に下り、塩液、腸筋血を経て側胸部を回って実月血に合います。実月血からさらに記録部の啓門血を回り、側腹部の帯脈、五数、移動、巨梁血を過ぎて仙骨部に向かいます。巨梁血から仙骨部の上梁、下梁血などを巡り、徳脈の長胸血に入り、それより肝腸血に行って他の締脈と合流します。肝腸血から下行して大腿外側部の風刺、中徳、膝陽間を回り、膝陽間から膝の外側を経て陽陵線に至ります。それより腓骨の前を下って陽行、外丘、後明、陽歩、腱鞘血を経て腓骨の下端に至ります。下って外下の前の丘虚血に出て側背の足輪丘、地声血を回って小指と地指の間の胸径血に入り、第四指の端の足胸院に入って単経は終わります。別の締脈は足輪丘から分かれて母指と第二指との間に入り、母指の端の関係の大頓につながります。関係は足の第一指外側端の大頓血から起こり、上って側背の交換、大小血を巡り、内くるぶしの前にある中方血に行きます。中方血を経て内くるぶしを上り、
飛径の三陰交を過ぎて硬い前内側の霊交中途穴を過ぎ内くるぶしの上8寸のところで飛径と交差して膣下内側の膣管に行きます。膣管から中下黄門内端にある曲線穴を経て大腿内側を上ります。大腿内側にある陰胞足ゴリ陰連穴を過ぎ鼠径部の丘脈穴から飛径の小門腹斜穴を経て再び下降して陰毛の中に入り生殖器をめぐって下腹にある任脈の極骨に至ります。極骨から中極還元を経て上行し記録部の小門穴を経て胃を挟み気門穴のところで肝に属し実月穴のところで胆をまといます。気門穴から上って横隔膜を貫き記録に広がり食道気管咽頭を経て咽頭から上って目径の眼球視神経に連なりさらに上って額に出ます。さらに額から頭頂部にある徳脈の百へと交わります。その歯脈は目径より出て下って頬の裏を下り唇の内側を巡ります。別の歯脈は気門穴から分かれて横隔膜を貫き上って肺の中に注ぎます。これより下降して中小に至り肺系とつながります。胆系と肝系の症状。胆系が病むと次のような症状が現れることがあります。口が苦い、よくため息をつく、側胸部が痛み寝返りができない、ひどくなると顔色がくすみ、カサカサしてツヤがない、足外側のほてり、経脈上の痛み、首の腫れ、足の第四趾の麻痺などです。肝系が病むと次のような症状が現れることがあります。胸の塞がり、嘔吐、尿漏れ、小便が出ない、不消化の便。男性は睾丸が腫れて痛む。女性は下腹部が腫れて腰が痛む。顔色がすすけて青黒くなるなどです。胆系の経血。経血とは一般的にツボと呼ばれているもののことです。胆系の経血は44血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。同歯稜。同歯稜は外眼核の骨の間黄部にあります。効果は頭部疾患、眼疾患、視力減退などです。風池。風池は後頭骨の下方で胸鎖乳突筋と僧帽筋の基支部の間の間黄部にあります。この経血は風邪が脳に入るところで風邪が好んで集まる場所でもあります。効果は頭痛、めまい、眼疾患、風邪、耳鳴り、鼻疾患、脳出血の予防、頸部のこわばりなどです。葉稜線。葉稜線は硬い外方で腓骨頭の前下方の間黄部にあります。葉稜線は筋炎とも呼ばれ筋肉の病に効果があります。他には座骨神経痛、腰痛、小児麻痺、半身不随などです。余談ですが、この血にお灸を続けると薄い眉毛が濃くなるそうです。肝系の経血。肝系の経血は14血あります。その中のいくつかの経血をご紹介します。大小。大小は第一、二趾の間を撫で上げた肝黄部にあります。大小は肝臓疾患を司ります。他には母趾の麻痺や足底痛、眼疾患、めまい、月経不順などです。中方。中方は内下腺の前方で前脛骨筋腱の内側にあります。効果は足関節炎、リウマチ、痛風、突発性腰痛、胃酸肩症、胆石、膀胱炎、神経症などです。曲線。曲線は膝関節を曲げた時にできる膝のシワの内端にあります。効果は膝関節炎、尿道炎、膀胱炎、腹膜炎、子宮内膜炎などです。いかがでしたか？胆経は体の外側を通るので、もし外側に症状が出た時は胆経に問題があるのかなと推測できますね。また胆経は肝臓や胆のうだけではなく生殖器系とも関係が深いことがルチューから分かりましたね。次回は奇形が肝系の食べ物と
その食材を使った簡単レシピをご紹介します。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。もしよければ高評価ボタンも押していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。